なぜ日本で働く外国人の給料が安いのか。はい。これについて少しお話ししていきたいと思います。はい。なんで外国人の人が日本で普通に働いて日本人と同じ給料がもらえないのか。確かに安いイメージがあるね。うん。なんでだろう。まあ単純にやっぱり日本語の能力。日本語の喋る能力がまだ完全じゃないから、100% のお金は出せないよみたいな感じ。まあそれもあるんですが、やっぱ一番は仕組み。制度。そう、制度。制度が関係していて、まず日本で働くには技能実習生。まあ、日本で働くビザみたいなもんだね。それが必要。なるほどね。それがあると日本で3年働けます。3年間働くことができるんだ。そう、3年働けて、この子は真面目だなって思われたら、プラス2年。プラスで2年追加されるんだ。そう、最大5年働けますよ。でも、その5年、会社を変えれません。技能実習生は。一度入った会社に3年もしくは5年働ける。そこの会社だけなんだ。そう。その技能実習生は仕事が目的ではなくて勉強することが目的だから。勉強が目的なの？そう。ルールとして転職ができないの。じゃあその勤めた会社で3年働いてちゃんとここのルールを勉強してねみたいな感じ？そう。だから会社を変えれない、転職ができないってことは、ちょっと悪い日本人は、じゃあその3年間同じ給料でいいじゃんっていう考える日本人がいっぱいいるわけ。昇給をさせないでいいやって。要は給料を上げないで同じ低い給料で3年使っちゃえばいいじゃんってこと？そう。で、一応ね、日本にも最低賃金があります。東京で言うと時給1100円ぐらい。1113円かな、今。それは日本人も外国人も一緒。ああ、そうなんだね。じゃあ僕が働こうが外国人が働こうが最低の賃金は一緒。一緒。でもそこから正直上げなくてもいいよっていう制度になってる。じゃあそれは会社の社長が決めるんだ。決める。でも本当は昇給の義務。昇給はしなきゃいけませんよっていう義務があるんだけど、そこが曖昧なルールになってる。はっきりと決まってないんだ。だから、じゃあ、ちょっとだけ上げてずっと使おうっていう人がいるんだよね。会社をしてる人からしたら、安い給料の方が、お得というか、そっちの方が利益がいいもんね。そう考えてもおかしくないか。だって、日本人だったら、ずっと同じ給料で使ってたら、転職しちゃうでしょ？もっといい給料のとこに行こうって考えるよね。考えるし、給料上げてくださいよ。給料上げないんだったら辞めますよって言ってくるんだよ。でも外国人の人は、その制度があるから、それが言えないの。言えないし、行ったところで転職ができないから意味がない。そう。っていう苦しい状況にはなっちゃうんだけど、じゃあ、仕事辞めたって言った場合。転職じゃなくて辞めた場合ね。その場合はどうなるの？その場合は、
技能実習のビザが剥奪。なくなる。なくなって違法滞在みたいな形になり、最悪の場合ね、強制退去。国に帰ってくださいって。っていう風になっちゃうから、転職がやっぱできない状況になっちゃう。それ難しいよね。だって外国人がせっかく日本に来れて勉強のために来て仕事を見つけました。よっしゃってなったのに最悪な会社だった場合、給料は最低賃金でみんなの扱いも悪い。文句言われる。いじめられる。けど辞めたら国に帰んないといけないし、もう結構運任せなとこあるんだね。そう。でも、やっぱり、それでも自分の国よりは、日本のがちょっと給料がいい。だけど、やっぱ最初、日本語がさ、そんなに上手じゃない人が働けるところっていうのは、やっぱり工場とか、介護施設とか、まあ日本で言うと、ちょっと給料が安い仕事。そういうとこになっちゃうの。まあ技術がいらない、体が動けばなんとかなるような仕事に就きやすいんだね。そう。まあ、あとは建築業。建築業は外国人多いね。多い。例えば工場とか介護施設の場合は時給とかでやるよね。時給1000円ちょっと。建築の場合はちょっとややこしくて日給で出るでしょ。1日いくらって決まった給料ね。そう。だし、労働時間もはっきりしてないんだよね、建築業は。そんなイメージあるな。もう日本人ですら決まってないよね。そう。朝何時スタート、何時までやりますっていうのが明確に決まってない。決まってない。で、残業代も出なさそうなイメージ。そう。で、車に乗って移動してる時間は仕事なのかとか考えると、8時間働きます。そしたら時給1000円。これだと最低賃金より下になるよね。でも、建築会社はそこをうやむやにして、それでも OK なんだよね、もう。確かにね。細かくは申請してないだろうしね。そう。そこがちょっと闇の部分。日本の闇じゃん。日本の闇です、これ。だから、その制度を変えないと、この外国人が安く働くってことはもう変わらないというか。もし僕が会社を持ってて、外国人を入れようと思った時は、給料上げるよ。頑張ってくれれば。頑張ってくれれば、いっぱい上げちゃうけどね。実際そうはいかないのかな。そう。こういういい社長ばっかじゃなくて、やっぱさっきも言ったけど、日本人を使うより文句言わないし、あと辞めるって言わない。辞めれないもんね。そう。あと自分の国のために頑張ってくれる人が多い。っていうので、外国人をいっぱい使って、安く使って、っていう悪い人いっぱいいるよね。いそう。そう、いるんです。実際にいるんだね。けど、全員が悪い人じゃないよね。もちろん。もちろん、給料を上げてくれる社長もいるし、もっと待遇のいい会社もありそうじゃん。もうそれあると思う。でもそれは少数だと思うね。なのかな。まあ、測ってないけどね。調べてないでしょ、そこまで。そう。でも調べてないけど、ほら、そういうニュースも話題になるじゃん。まあね。よく。ってことはやっぱ、そういう会社が多いのかなって気はするね。確かにね。最近コンビニでもさ、すごい外国人多いじゃない。あれはまた別なのかな。コンビニは比較的人気じゃないかな。多分、日本人も外国人もそんな変わんないと思う。なんならコンビニってさ、
バイト募集って書いてあってさ、時給の数字が書いてあるじゃん。うん。1000円、1200円とか。はい。それは日本人でも外国人でも一緒なのかな？一緒。あー、じゃあそこに差別はないんだね。そこにないです。うんうんうん。じゃあ、まだそっちのバイトの方が働きやすいのかな？働きやすいと思う。アルバイトの方が。だから正社員とか、そっち系の月給とかで働くと、やっぱなかなか、例えば、月給20万円だとしますよね。そっから住むところのお金とか、電気代だったり、あと社会保険。これ難しいね。税金の話。税金とかを引かれると、やっぱもらえるのは10万円ちょっとになっちゃうことが多いから、10万円ちょっとで3年間働くっていうのはなかなかきついよね。うん。でもその人の国からしたら、その10万円は大金なのかもしれないよね。その国によるだろうね。でも日本に住んでるんだよ。まあね。日本でご飯を食べるんだよ。日本のご飯高いからね。そう。10万円でコンビニのおにぎりさ、200円で買いたくないじゃん。うん。高い。そう。だから、僕はね、やっぱちょっとでも、ね、上げてくれる会社があるといいなとは思ってるけど。そうだね。あとコンビニの話で言うと、コンビニで働くには、なんか日本語能力、結構上じゃないとダメじゃん。ああ、そうだね。N3 ぐらいは最低持ってましょうとかさ、はい。なんかルールがあるらしいよね。コンビニは結構書類の仕事とかあるじゃない。支払い用紙を払ったりさ、意外と喋るから難しいのかもしれない。そうだね。商品の文字も読めないといけないし、品出しとかさ、そうだね。こう並べるのに文字がわかんないとできないからね。ある程度の知識、日本語力は必要だね。そうだね。だからやっぱ言葉があんまり喋れなくてもできる工場作業とかが増えちゃうんだと思う。まあね。で、そこに悪い社長が多いと。あんなのは給料上がんないからね、正直。日本人がやっても給料上がんない。まあね。確かに日本人でも安いわ。だからもうそもそもの闇があるってことだね。そう。もう地面より下に暗い闇があるんだね。ある。じゃあ、これを解決するにはどうすればいいの？法律を変える。でも、ちょっともっと難しくなるけど、法律を変えるしかないけど、今、日本は、この外国人問題、すごく話題になってるでしょ？話題だし、慎重だよね。すごく。やっぱ悪い外国人と、やっぱ一生懸命働いてくれる外国人います。そうね。だからそこにお給料を上げる制度を入れちゃうと、日本人から批判が来る。めちゃめちゃ多分。なんでそんなに給料を上げるんですかっていう日本人が手を挙げるね。そう。こんなに悪い外国人が今日本にいっぱいいるのに、なんでそういう制度しちゃうの？お前は外人のスパイだろみたいな言われ方をしちゃうんですよ、今の日本は。こうやって頭のいい学校行って、自分がすごい能力が高い人で、っていうのはまた別の資格になるんだけど、それ以外はやっぱこういう技能実習。こういうのやっぱ3年5年してから、また特別技能っていうビザがあるんだけど、それがあると、要は転職もできる。ああ、そうなんだ。その上があるんだ。ある。でもそこまで行くのに、やっぱ苦い汁を吸わないといけない。苦い蜜を。苦い、そう。大変だよね。大変だね。でも日本を選んでくれてるだけで俺は嬉しいよ。偽善だ。そんなことないよ。あ、そうですか。すごく嬉しいですよ。まあ、悪い外国人も多いし、悪い日本人も多いと。
だこれはどの国でも同じだけどね。うん。けど、日本を選んでくれたこと、これは嬉しいことだよ。まあね。うん。だから、今度コンビニに行って外国人がいたら、笑顔で挨拶しようと思います。あ、そうですね。だってコンビニで働いてる人って、マジでね、日本人は、コンビニで働いてる外国人を甘く見すぎてる。うん。それ思わない？だって、めちゃめちゃ勉強しないと、働けないんだから、そこで。わかるよ。だって僕らが外国のコンビニで働くってなったら、超大変じゃない？無理。うん。めちゃめちゃ勉強して、で、外国に行くお金も貯めて、ってやってるわけよね。そうだね。お金もないし、英語喋れないし、うちらはずっと日本にいましょそうですね。たまにいるよね。働いてる外国人に対して、敬語も使わないようなバカみたいな職人。う。現場の職人で、いるね。うん。なんで日本語わかんねえんだよ。うん。おいとか言って。かわいそう。ね。本当に。彼らは頭いいんだよって言いたい。職人は基本頭は悪いんだから。本当に。そう。英語喋れる人一人もいないから。うん。結構深めに入っていったテーマだったね。そうだね。まあちょっと僕らのジャパニーズカンバセーションとはちょっと違うけど、いつもね。でもこのカンバセーションも勉強だから。うん。話変わるけどさ、はい。最近、日本語が覚えれませんっていうコメントがあるのね。はい。どうしたら日本語の単語とかを覚えられますかって。暗記っていうアプリおすすめだよね。ああ、いいですね。暗記。使ってる人多いんじゃないでしょうか。僕も英語を勉強してるときはやってました。うん。暗記っていうアプリ探してみてください。これは案件ではなく、普通に紹介として。僕はいっぱい海外ドラマを見ましたね。それもいいよね。字幕なしで。イマージョンした。うん。でも、すっごい時間かかって、ね、大変。大変だったよ。1年ぐらいやったよね。やりましたよ。ペッパーピック見ましたよ。豚のね。豚の小豚さんの、はいあれ可愛いよね。はい。ということで、話は変わりましたが、今日は外国人の給料安くねというテーマでした。また次の動画でお会いしましょう。あー、ざした。あー